今日は修行について話をしてみようと思います。こんにちは。マハリス総合教育研究所で超越瞑想を教えている森正恵です。以前、心の訓練っていう動画を作りました。ハロウィンのバージョンですね。今日はそういう心の訓練に関連する話題です。いろいろと人生で悩んだり、何か行き詰まったり、あるいは何かのきっかけで自分の今までの生き方を変えようと思ったことはありますか？大抵の場合、そのような時には誰かにアドバイスをもらいに行ったり、本を読んだり、セミナーに参加したりして解決方法を探したりしますね。一つのところで解決しない時にはいくつか別のところを回ったり、自分で工夫して解決をしようとする感じでしょうか。どのような場合でも何かに悩んだりとか不安になったり、うまくいかないなっていうような時には、これは自分の心の問題ではないかっていう結論に行き着くことが多いのではないでしょうか。心を変えることで生き方を変える。心を変えることで考え方が変わる。心を変えることで行動が変わる。そんな感じですね。では、心を変えるにはどうしたらいいんだろうということになって、これは精神論的なものになってきますが、そのために効果がありそうな行動をする場合もあります。例えば、誰かに親切にするとか、おはようとか挨拶をする、大きな声で話すというような精神面とつながりがありそうな行動で少しできそうなところからやってみるということがありますね。他には早起きをするとか運動をするというような今までと行動パターンを変えることで気持ちも変わってくることを期待する場合もあります。あるいはありがとうって1000回言ってみるとか、ついてるついてるとか言い続けるとか、そういう方法もあります。私はそれらはどれもいいと思います。効果があるかどうかは分かりませんが、気持ちは前向きになりそうです。ただ、それをやらなければいけないって思って行うのと、それをやると気持ちがいいなって思って自主的に行うのでは、見た目は同じなんですけれども、中身はちょっと違うようにも感じます。それが習慣になるまで、ちょっと辛いけどやっておこうかなっていうのは、どちらかというと修行と呼べる範囲ではないかなとも思います。さて、今日は超越瞑想の本の215ページ、この辺ですね。電子書籍版では第3部生きる技術の第5章、行動の技術の括弧5、最も効果的で望ましい結果を生み出すように行動する技術の終わりの方です。実はこれは以前アップした心の安定っていう動画の内容の続きになります。内容的には続きっていうよりも今回の動画の話は独立しているかもしれません。さて、まず修行についてですが、修行は良いものだと思います。修行の修っていう字は収めるっていうことで何かを習得するような言葉でしょうか。そして行は行い、行動ですね。修行は何かを行うことで技術を得得したり成長することです。ただ修行の中には、ちょっとそれはどうかなって思うようなこともありそうに思いますが、いかがでしょうか。昔で言えばうさぎ跳びですね。知っていますか、うさぎ跳び。昔は体を鍛えるためのトレーニングとして日本中で行われていましたが、筋肉がついたり足腰が強くなるっていう効果が辛い練習に対してそれほどでもない上に、体が怪我をする危険があるということで最近は見かけなくなりました。
また昔は運動中に水を飲んではいけないっていうことがあって、夏の暑い中、外で例えば野球の練習をしていても水を飲ませないっていう監督もいましたね。みんなそれがいいことだと思っていたのですが、今ではそれも危険なことだと認識されています。このように何か目的を持って修行するのは良いのですが、それが無駄になってしまうっていうのは困りますし、ましてや危険だっていうのも嫌ですよね。それで、今日の話題に入ります。禁欲的な修行っていうものがあります。普通に生活をしていると、テレビでは面白い番組をやっていますし、友達と遊びに行くと面白いし、食べたり飲んだりしていると、時間が経つのも忘れるぐらい楽しいっていうことがあります。そしてそれによってなんとなく遊んでばかりじゃいけないかなとか、仕事ちゃんとやらないと、なんか勉強しないとなとか、そういうふうに思ったりして、そういう面白いことを断とうと思ったりします。また、精神的に鍛えたいとか、心の能力を広げて真理を極めたいと思う人たちが、心を制御するような修行を始めたり、不必要な禁欲主義者になったりすることがあります。これはまあ単純な話で、放っておくと自分は遊びに夢中になってしまって仕事をしなくなったり、真理への探求を忘れてしまいそうになったりというようなことを避けたいっていうことだと思います。それなので、それらを見ないようにする、気にしないようにする、関わらないようにする、そういった行動に出ます。これは心の本質がふらふらとさまようことだという誤った原理に基づいています。これについては心の安定っていう動画で解説をしましたが、心の本質はさまようことではありません。内側の至福を感じることができれば、そこで安定します。本来は心の内側に至福を感じれば、それだけで心は安定するのですが、内側の至福を感じることができないと、外側にそれを求めてしまいます。しかし、外側に求めていても、何か興味のあるものがそこになければ、心は満足しないんですね。そのため、とりあえず外側のいろいろなものに対する要求を制御しようと考えて修行を始める人がいると思います。しかし実際にはそれらを禁止すると、それでなくても楽しいことが心の中にないのに、外側の楽しみもなくなると結構辛くなるんではないでしょうか。もしかすると、これだけ辛い思いをしてるんだからきっと何かいいことが起こるという期待を込めて修行を続けてしまっている人もいるかもしれません。なんとなく楽をしていると欲しいものが手に入らないというような発想もどこかで聞いたことがあります。しかしここで大事なポイントがあるのですが、心を制御しようとするとそこには緊張が生まれます。考えてみればわかりますが、やりたいことをやらない、我慢するっていうのは不自然なことで、そのような不自然なことを行おうとするのは無理があります。その結果、心は緊張してしまいます。心を制御しようとするような修行法っていうのは、心はさまようようなものだという原理に基づいています。本来、心を制御しようとする努力は必要ありません。例えば、家の入り口があって、犬にそこにいてほしいと思ったとします。その時に犬を追いかけてって、無理やり捕まえて、で無理やり鎖でつないで、家の前に置くっていうこともできます。しかしそれは結構大変ですよね。犬もそのままおとなしくしていません。人間にも犬にも両方にとってもあまりいいこととは言えませんよね。そうではなくて、家の入り口に餌を置いておけば犬はそこにやってきます。そしてそこが快適であれば喜んでそこに留まります。
また例えがちょっと違うかもしれませんが、似たような話で、馬を水辺に連れて行くことができても、馬を引いてですね、水を飲ませることはできないという話があります。これは周囲の人が強制してもうまくいかないっていうお話です。本人のやる気を出させることの難しさの例でもあります。今回の話に当てはめてみますと、無理やり心を制御しようとしても、心の中にとどまろうとしたり、あるいは外に注意が向こうとしたりして、心の中が結果的にフラフラしてしまいますね。もし心の中に至福を感じるのであれば、自然にそこに注意が向いてとどまります。犬の例でしたら、そこに食べ物があるのでとどまります。馬の例で言えば、喉が渇いた状態、つまり水を欲しいと思えば、自分で川に行って水を飲み始めます。このように、あなたがあなたの中に至福意識を見出すことができれば、心は心の中に自然に注意が向きます。それはいわゆる自然に集中している状態とも言われます。またそれは心が安定しているっていう表現もできます。ふらふらしていないっていうことですね。その時には心は放浪することをやめて、どんな状態でも安定していることになります。もしかするとその状態だと自分の内側だけで満足していて、外に注意が向かなくなっているのではないかっていう疑問が生まれるかもしれません。周囲に注意が向かなくて外を歩けないんじゃないかとか、普通の社会的な生活が送れないのではないか、スポーツとかテレビとか世の中のいろいろなものを楽しめなくなるのではないかという疑問が生まれるかもしれません。はい、それについてはまた改めて、後日動画を作ろうと思います。よくわかんないって思う人もいるかもしれませんが、今日はちょっと長くなってしまったのですいません。またよろしくお願いします。さて、超越瞑想をまだ学ばれていない方で、もし興味を持たれたという場合には、ぜひあなたのお近くにある瞑想センターで行われている説明会にご参加いただければと思います。超越瞑想とは何か、あなたにとってどのように役に立つか、そして世界的な科学的研究など、いろいろなお話をさせていただいています。私は群馬推しです。群馬は広くてですね、例えばここから群馬で有名な草津までは車で3時間かかります。東京まで1時間半なので、東京の方が近いですし、埼玉県には10分で行けます。車ですね。場所的には館林市の近くになります。はい、それでは今日もこの辺で終わりにします。今日もご視聴いただきありがとうございました。